こんにちは、斉藤直樹です。20代、朝日さんからの質問です。斉藤直樹先生、こんにちは。朝日と申します。いつも先生の動画の言葉を聞いて元気をもらっています。私は絵を仕事にしたいと考えています。ですが、実力不足で絵を描く仕事に就職することができず、一般企業に就職することになりそうです。一般企業に就職して、絵を描く時間がなくなったり、絵で仕事をしている人から、さらに差をつけられてしまうのではないかと不安を感じています。一般企業へ働くことへのモチベーションも低く、絶望的な気持ちです。質問なのですが、なるべく早く絵を仕事にするためには、今後どのように動くべきでしょうか？また、フリーランスを目指すべきか、絵の仕事への就職を目指すべきかも迷っています。就職を目指すにしても、絵を描くこと自体が好きなので、アニメやゲーム、漫画など、ジャンルにこだわりがなく、何を目指すべきなのかもわかりません。ここまで読んでいただきありがとうございました。半分愚痴のような形になってしまい申し訳ございません。何か少しでも助言をいただけたらとても嬉しいです。よろしくお願いします。一応私の X アカウントも貼っておくので、よろしければご覧ください。とのことです。足りない能力は何？はい。まずはね、朝日さん、X アカウントを貼っていただいているので、作品を見てみましょう。こうやってね、作品を貼っていただくと、具体的なことが言えていいです。見ている人にも参考にしやすいですよね。はい。まずはこちらの作品。猫耳の女の子なのかな？狐かな？どっちだろう？大きな満月に照らされていて、で、ちょっと威圧的な視線をカメラに投げかけているシーンです。全体的にね、書き込みがしっかりされていて、で、陰影のトーンがね、何よりも美しい印象ですね。はい。次も、これ同じキャラクターかな？さっきのキャラクターに、オリジナルキャラクターのタグがあったので、これはね、オリジナルキャラクターだと思います。窓辺に座って誰かに手を振っているんでしょうか？ちょっとね、物悲しい表情ですね。こちらもすごく全体的に丁寧に描き込まれていて、クオリティが高い作品です。で、一転してこちらは男性のイラスト。ベッドから起き上がって、で、虚空を見つめていて、ちょっと意味深なシーンですね。はい。薬が机に転がっているので、病気の療養中なのかもしれません。病気がちな貴族のお坊ちゃん、みたいな感じでしょうか。はい。そして次。これは相互フォロワーのオリジナルキャラクターを描いてみたっていうイラストですね。はい。とても髪の毛が丁寧に描かれていて、こちらもトーンが美しいイラストだなと思いました。あとね、二次創作もされていて、これは進撃の巨人のアルミンのイラストですね。はい。部屋の中かな？本を読んでいて、で、こちらに気づいていて、視線をカメラに投げかけているイラストです。はい。すべてのイラストにね、共通して言えることですが、トーンがね、すごく落ち着いていて、静かな雰囲気が特徴的で、素敵なイラストだなと思いました。朝日さん、素晴らしいです。さて、ご本人のお悩みとしていただいているのが、絵を仕事にしたい。でも実力不足で、絵で就職ができなかった。だから、一般企業に就職することになりそうだ。でも、一般企業の仕事は、どうしてもやる気が出ずに絶望的なので、なるべく早く絵の仕事をしたいんだけど、どうすればいい？っていうお悩みですよね。はい。なるほどなるほど。よくわかりました。おそらく、朝日さんの問題は、絵のね、表層のレベルから、あとは絵以外の結構深層のレベルまで、何段階かあって、で、深層のレベルで抱えている朝日さんの問題が、結果的には表層のレベル、絵のレベルまで、ちょっと影響していて、そのせいで絵が仕事にできていないっていうですね、ちょっと多段構造になっているような気がするので、これね、ちょっと説明が難しいんですが、なるべくわかりやすく、順番に解説してみますので、ついてきてくださいね。ですね、まず、結構ね、ズバッとひどいことを言うので、朝日さん、覚悟して聞いてほしいんですが、いいですか？言いますよ。朝日さんの絵は、率直に言って、ちょっと独りよがりな感じがします。書き込みがね、すごく丁寧な部分から、自分自身はね、すごく描いていて楽しいんだろうな、ということは伝わってくるんですが、なんかね、この絵を見た誰かを喜ばせたい、という部分はあんまり伝わってこなくて、何気なしにね、この絵を見たら、特にね、感想が浮かんでこないような絵なんですよね。ごめんなさいね。すっごいひどいこと言ってますよね、僕。ただね、朝日さんはプロを目指しているということなので、なんとなくごまかして毛振に巻くような言い方もできるんですが、それだとね、朝日さんに対して失礼だと思いますので、僕もね、率直に言っています。何の感想も湧いてこないっていうのは要するに、言葉を変えて言うと、この絵を通じてどう思ってほしいのか、あんまりよくわからないという感じです。特にですね、最初の2つのオリジナルキャラクターの絵はそんな感じがしていて、2枚ともキャラクター自体も背景もよく描けているんですが、なんかこの絵を通じてね、見た人がどう思ってほしいのか、どう思えばいいのかっていう視点で見てみると、あんまりね、判然としないんですよね。いや、正確に言うと、こうやって動画で取り上げて、よくよく集中して読み取
を読み取ろうとすると、その部分はね、読み取れるんですが、読み取りづらいっていうのが正確な言い方ですね。例えば最初の1枚は、月夜に照らされた犬耳の少女が、かっこよくね、こう、佇んでいる姿を描こうとしているのはわかるんですが、でもね、じゃあもっとかっこよくできたんじゃないって思えるんですよね。例えば、足元に犬の群れとかを描いて、その獰猛な野犬を一斉にこの少女が率いている感じとか、なんかこう、やりたいことはよくよく見れば伝わるんだけど、興味がない人までには伝わらないっていうことです。で、2枚目の絵も、手をね、こう、上に上げてはいるんだけど、ちょっとこう、手の表情が中途半端なのか、何に対して手を伸ばしているのか、そもそも手を振っているのか、こう、何かが欲しくて伸ばしているのかわからない。だから、見ている人がどう捉えていいのか、ちょっとわからないんですね。なんかね、そこの、こう、もう一歩のサービス精神が、朝日さんの絵からは、ちょっとこう、全体的に感じられないと僕は思いました。もちろんですね、絵を仕事にせずに、趣味として描く場合には、今言ったことはもう全然悪いことではないんです。ですが、絵を仕事にするっていうのはどういうことかっていうと、要するに、絵を使ってサービスするっていうことなんですよ。なので、そのもう一歩、他の人に歩み寄るようなサービス精神が足りていないとですね、なかなか絵を仕事にするというのはちょっと難しいんですね。で、これがまず一点、朝日さんの表層の絵柄に出ている問題点の一つとして僕が指摘する部分なんですが、ですね、もうちょっと根本的な朝日さんの真相の部分の問題点としてありそうなのが、朝日さんはですね、そもそも他人に興味がなさすぎるっていうね、問題点を朝日さんは抱えているような気がします。自分で気づいているかどうかはわかりませんが、結構ね、朝日さん、質問文で他人に対してね、ちょっとこう、結構ぶっきらぼうな言い方をしていて、例えばね、一般企業に仕方なく就職しなければいけないんだけど、モチベーションが絶望的みたいな言い方。そもそもとして、一般企業っていうものの見方がちょっとこう雑というか、解像感低すぎです。例えば物を作る企業だったら、トヨタみたいに自動車を作っている企業もあれば、電子機器のソニー、食品は日清食品とか、キリンとか、あとは化学だったら花王、いろいろありますし、小売業だったらコンビニのセブンイレブン、あとは最近コンビニに変わってめちゃくちゃ見るようになったマイバスケットのイオングループ、あとはサービス業だったら、例えば旅行代理店の JTB とか、あとは広告の電通博報堂、建設業だったら大成建設とか、あとは鹿島建設とか、めっちゃね、こう、業種が分かれてるじゃないですか。わかりやすいようにね、大企業ばっかり並べたんですが、多分ね、絵を描く以外の会社を総称して、一般企業って言ったんだと思うんですが、なんかそのものの見方、一括りの仕方にちょっとこう雑さを感じますし、これ企業のものの見方だけじゃなくて、興味があるはずの絵のジャンルに対しても、アニメやゲーム、漫画などのジャンルにこだわりがなく、何を目指すべきなのかわからないっておっしゃっているので、そもそもね、絵以外のことは何にも興味ないっていう感じがこう滲み出すぎちゃってるんですね。ただですね、絵を仕事にするっていうことはどういうことかというと、要するに絵を描けない他の人に代わって自分の絵を描くというスキルを使ってその人の代弁をしてあげるっていうサービスを提供することなんです。そういう仕事なんですね。だからそもそもの出発点として他人の言いたいこと、伝えたい熱意を汲み取ってあげたり、あとは想像したりするフェーズがあります。ただですね、おそらく現時点では朝日さんはそこの能力がすごく足りていないように感じます。絵を描く能力はね、あるんです。ただね、その出発点の能力がね、ちょっとこう足りていない感じがするんですね。はい。全くないとは言いません。足りていないんです。その感覚がね、現状で薄いので、朝日さんの絵は自分の中では楽しく描けているんだけど、でも他人から見ると、ちょっとこう、印象が薄い絵というか、なんかこう、サービス精神が足りないなっていう印象になっちゃっている。そんな風に僕には見えました。はい。ごめんなさい。これね、プロになりたいという方なので、それ用のね、返答をしちゃうと、ちょっと今回みたいに結構こう、ズバズバしたような直球のものの言い方になっちゃいますね。はい。言葉がきつくてすいません。無駄なことは一つもない。で、こういうことを言うと、朝日さんはね、さらに絶望的な気持ちになったかもしれません。そんなこと言われても、本当に絵以外に全く興味ないんだもん。仕方ないじゃんって。はい。でもね、その気持ち、すごくよくわかります。なぜかというと、僕自身、朝日さんと全く同じタイプの人間だからです。僕もですね、もともと絵を描くこと以外に全く興味がありませんでした。ただ、今でこそ絵だけで生活できている僕ですが、最初は当然ですね、絵
絵以外のこともやらなければやっていけない時期もありました。例えば高校生、大学生の頃は、僕ですね、絵を描くためのパソコンを親に買ってもらうっていうことが無理だったので、ずーっとね、結構コンビニでバイトしてたんですよ。で、コンビニのバイトってですね、傍から見ると、めちゃくちゃね、大変でつまらなそうな仕事に思えるかもしれませんが、やってみるとですね、結構面白い部分もあって、コンビニってですね、めちゃくちゃ人が足りていないので、そんな部分まで任せてくれんのっていうことを、バイトにね、任せることがあるんですよ。例えばですね、仕入れとかもそうです。さすがにね、仕入れを全部バイトに任せる、みたいな店長はいないと思うんですが、僕がいたコンビニではですね、僕と、あと、春樹っていうやつが、青果の担当だったんですね。コンビニにね、ちょっとだけ置いてある、野菜とか果物とか、そういう生鮮食品系あるじゃないですか。ああいうやつです。で、その中で、豆腐っていうのがあって、普通のね、お豆腐ですね。で、豆腐はですね、仕入れたとしても、全然爆売れとかしないんですよ。でも、爆売れはしないんですけど、1個か2個絶対に入れておかないと、この豆腐をですね、必ず買いに来るおばあちゃんがいて、で、結構ですね、ないとクレーム入るんですね。今日はお豆腐ないの？私ここで絶対にお豆腐買うから、置いておいてほしいんだけど、って。で、最初はですね、春樹と話していて、いや、コンビニで豆腐なんて誰が買うんだよ。って、バカにしてたんですけど、そういう需要をね、発見してからは、1個か2個絶対に豆腐を入れておくっていうのがうちのコンビニではね当たり前になってました。で、これだけでも結構発見があって面白かったんですが、その後ですね、これはコンビニのバイトを辞めてしばらく経った時の話なんですが、こうやってコンビニバイトの経験があると、ここはこの商品入れてるんだ。これはこういう層が買っていきそうな商品だな。みたいなマーケティングな視点がちょっとね身についているので、そういう目線でねコンビニの棚を見ちゃう癖がついてるんですよ。そんな中、ある日僕、すごくびっくりしました。豆腐バーっていうのが出たんですよ。豆腐バー。みんな食べたことありますよね。今やね、日本のコンビニでもう当たり前になった豆腐バーなんですが、あれ出始めた時ね、僕すごくびっくりしました。いやだって、豆腐っつったら、僕の経験からしたらですよ。もう1個か2個、おばあちゃんが買っていくような商品です。でもそれがですね、コンビニのお弁当コーナーの脇に、ババババババって、20個ぐらい置いてあるわけですから、それはびっくりしますよね。いやいや、おばあちゃんそんなに来ないからって。豆腐なんて1個か2個ぐらいしか1日のうちに売れないからって。いや、それをあんた、こんなちっちゃくパッケージングして、お弁当コーナーにそんな何十個も置いてどうすんのよって、ちょっとゾッとしてですね。で、しばらく気になって、売り場を見てたんです。そしたらですね、20代、30代の男性ですよ。で、そこは、スポーツジムが近かったので、ジム帰りのね、男性が特にですね、どんどん豆腐バー買ってくんですね。おばあちゃんしか買わなかった豆腐をですよ。いや、これを見ていて、めちゃくちゃ勉強になりました。全く需要がなかったただの豆腐を、パッケージングと売り方を変えるだけで、こんな売れる商品になんの？しかも、全然違う年齢層に。ってね、この視点はですね、もう全然絵とか関係ない、僕のコンビニバイトの時の経験からの視点なんですが、僕もですね、コンビニバイトしてる時はさすがに、もうこんなの時間の無駄だよ。何の経験になるんだよ。って思ってました。でも実は今思うと、絵に対してめちゃくちゃこの経験生きています。特に自分の絵を分析する時ですね、多くの人は自分の絵を分析する時に、下手だからダメなんだ。ここの表現力が足りてないんだ。と分析しがちです。でも僕はさっきのようなね、経験をしているので、いや、これもしかして並べる棚間違ってんじゃないの？ 20 代、30代の男性受けを狙った棚に僕の商品並べてたけど、いやでもこれもしかして10代の棚に並べたら、もしかして売れるんじゃないの？いや逆に40代、50代の女性向けの棚に並べたらどうなんだろう？そういうずらしの視点を手に入れることができたんですね。はい。お分かりいただけたでしょうか？最初は僕もコンビニのバイトになんてね、全く興味なかったんです。でも実際にその仕事を自分でやってみて、外から見る印象じゃなくて、中からがっつりとその業務に携わってみると、結構面白いこと、面白い視点がゴロゴロと転がっています。僕がいたコンビニの店長は、ちょっとね、癖が強い人で、日本のギターの弾き語りは、実は僕が一番先に始めたんですってね、言ってはばからない人で、バイトが終わった後でバックヤードで1時間ぐらいね、その人のリサイタルを聞かされるっていう、ちょっとね、その経験だけは結構きつかったですね。はい。あれはやめてほしかったです。その分バイト代も出ませんでしたしね。それはいいとして、僕はさっき言いました。朝日さんの絵には、なんかちょっとサービス精神が足りないと。そのサービス精神の足りなさがどこから来るのかっていうと、僕はですね、こういう仕事を通じて、実際に人と向き合ってみて、
こういう人ってこういう商品買うのか。この人はこういうものを求めてるんだな。そんなもの欲しいの？なんでってね、そういう人と実際に向き合うことの経験不足から来るようなもののように感じるんですね。はい。でね、もしかしたらこの話を聞いて朝日さんは、いやいや、自分にはそんなの無理。今の時点で他人に対してそんなに興味ないもんって思うかもしれません。絵で人を喜ばせるなんて感覚、私には一生かかっても養えそうにない。そうがっかりしてしまったかもしれません。ですが、それ完全に間違ってますよ。いいえ、朝日さんはちゃんと絵を通じて人を喜ばせたいっていう気持ちも持ってます。その証拠がこの絵です。だってこの絵は知り合いのフォロワーさんのオリジナルキャラクターを描いた絵ですよね。この絵からはね、もしこのキャラクターを描いてあげたら、あのフォロワーさんは喜んでくれるかもしれない。きっと、こんな風に喜んでくれるだろうかってね、その人の喜ぶ姿をありありと想像して、一生懸命その人のために描いた気持ちがすごくよく見て取れました。実際にね、そのフォロワーさんもめちゃくちゃ喜んでくれてましたよね。リプライですごく喜んでいる姿を目にしました。朝日さんに足りてないのは多分、今は自分にとって関係のない人たちの人の気持ちや喜びを想像するための自分独自の経験だと思います。その経験がちょっと足りないせいで表現の淡白さが少し目立ってしまって、いまいち人に伝わらない絵になっているように僕には見えました。無駄な経験は一つとしてありません。今はね、絵の方に進むことができずに仕方なく一般企業に就職するしかないと思うかもしれませんが、実際にその企業に入社して具体的な業務に携わる中で朝日さんにしか経験できないこと、朝日さんだから発見できた視点、必ず見つかるはずだと思います。その経験をすることで、朝日さんの絵にはより共感性が増していき、朝日さんにしか生み出せない魅力が育まれていくのではないかと僕は思います。コメントから察するにね、もうとにかく今すぐに絵の仕事したいんだ、始めたいんだって焦っているようにも感じますが、そこまでね、焦る必要はないと思います。むしろ今はね、絵を少し休んだとしても、いろいろな経験を積んでいった方が、長い目で見れば朝日さんの絵の活動はうまくいくように僕には思います。朝日さんが諦めない限り、前向きに物事に向かう限り、これからする全ての経験は朝日さんの絵をパワーアップするための力になっていくはずです。ぜひ諦めないで前向きに進んでいってください。頑張ってください。応援しています。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？ちょっとね、今日は精神論的な伝え方になってしまったんですが、チャンネルではですね、どう描くとどう上手くなるのか、技術的な面もお伝えしています。例えばこちらの動画、色塗りは一発で上手くなります。では、ブルーアーカイブ風の淡い色塗りに対してどうやって存在感をプラスすればいいのか、その具体的な塗り方も紹介しています。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。